こんにちは。今回はクラウンセダンを見てきたので、どんな車だったのか紹介していきたいと思います。それでは、行きます。Now loading。では、早速まず、フロントフェイスから見ていきたいと思います。クラウンセダンはクラウンエステートやクラウンスポーツなど同様に、ハンマーヘッドのボンネットが印象的ではありますが、ヘッドランプを横長一線にさせることで、セダンらしさを印象づけています。ヘッドランプの点灯のさせ方によって、どのクラウンなのか認識できるとなるとヘッドランプの印象って大事だな。中央には、小型のカメラとミリ波レーダーが装着されていますね。どの部品も艶があるので、たとえ樹脂の部品を使っていたとしても、高級感のある作りに仕上がっていますね。そのままフロントロアを見ていくと、フロントグリルは一番下にひっそり開口が見えますね。フロントグリルに縦の筋が入っているので、その隙間が開口のように見えますが、穴を最小限にして、中のラジエーター等の部品が見えないように工夫しているのだと思います。ちゃっかりそんなもついていて、高齢の方も安心して運転できるクラウンセダンですね。個人的にはフロントグリルの下にある、光沢ラインも高級感を引き立てていると感じます。続いて、サイドから見てみます。クラウンセダンは全長 5030mm、全幅 1890mm、全高 1475mm です。全長が5メートル超えているのは驚きました。ボンネットが長い車久々に見たなぁ。フロントのホイールを見てみると、純正ホイールですが、かっこよすぎて見た瞬間に惚れてしまいました。このアルミホイールは、ブラックスパッタリング塗装しているようです。この製法は、メッキ処理に比べて塗装剥げがしやすいので、定期的なメンテナンスが必要にはなりますが、その反面、安く作れていることにはなるので、お財布に優しい作りになっていますね。中央のクラウンロゴかっこよすぎる。タイヤ仕様は、タイヤ幅 245mm、扁平率 45%、20インチですね。サスペンションなのかわかりませんが見たことない機構でしたね。では、フロントドア周りを次に、見ていきたいと思います。FCEV と書かれているので、今更ですが、この車は燃料電池自動車です。ハイブリッド車もあるので、おそらく多くの方はハイブリッド車を選ぶのだと思います。ハイブリッド車だと730万円、燃料電池車だと830万ですね。ボンネットを開けてみると、ほとんどカバーされてしまっていますが、燃料セルが中央にでっかく配置されてますね。ちなみに水素を充填する際は、決まった時間に水素ステーションに行かないといけないようですね。そして、基本無人ではなくて、誰か付き添いで係の人がいないといけないらしいので、ほとんどの方はハイブリッドを選ぶのだと思います。そのロゴのすぐそばには、漆黒メッキ化色されたフェンダーガーニッシュが装備されてます。フロントドア周りの良いアクセントになっています。遠くから見ると少し凹んでいるようにも見えて立体感が生まれているようにも感じました。サイドミラーは上部だけ艶ありブラック塗装で、それ以外はマットな見た目でした。ミラー近くの車体継ぎ目ですが、結構入り組んでいるものの、綺麗に各々のラインが繋がっていて上質ですよね。続いて、リアドア周辺を見ていきたいと思います。当たり前ですがどこを見ても艶があって、さすがクラウン、高級車だなといった印象です。こんなにピカピカだと野ざらしにさせたくないですね。リアのホイールはこんな感じです。やっぱ20インチとなると大きいですね。このホイールだけ盗む人とか出てきそうだと思うので、防犯対策が必須ですね。これ今室内ですけど、外で日に当たるところで見たら、また違った美しい外観になるんでしょうね。オペラガラスはもちろんついていて、水素を充填するためのリッドは助手席側についていました。もちろん、押しても開くタイプでなかったです。では、続いて、リアを見ていきたいと思います。フロントだけではなく、リアもライトを横につなげていますね。このリアコンビネーションランプを見るとなんだか電気自動車を連想してしまいます。加えてこのレッドランプの周りをブラック塗装で囲うことによって、レッドランプが引き立つんですよね。これがたまらなくかっこいいなと思ったんですが、エンブレムがちょっと安っぽく見えてしまうのが残念ですね。黒で縁取ったり、立体も少し出したりしても良さそうですね。ハイマウントストップランプもシュッと引き締まった造形でいいですね。リアロアはこんな感じです。リアコンビネーションランプ同様に赤を引き立てるために周囲をブラック塗装してますね。この配色たまらなく私は好きです。しかもブラックが艶あり、何度見てもこのクラウンセダンのはかっこよくて、街で見つけてしまったら、しばらく追いかけてしまいそうです。下から覗いてみるとカメラが2つついていますね。パノラミックビューモニター用のカメラだと思いますが、中央に何か突起みたいなものがついていますね。
これ実はカメラを洗浄するためのノズルのようですね。ここから水が吹き出してカメラを洗浄してくれるようです。じゃあバックドアを開けてみたいと思います。これボタンの案内表示があるからいいけど、なかったら多分カメラ触っちゃうな。バックドア開きました。セダンって感じの開口ですね。縦には小さいですが、全長が長いこともあって奥行きがすごいです。手前から順に見ていくと、大きな段差がなくて、物の出し入れがしやすいです。ラゲッジ内を見ていくと、左側のスペースは中央の板と段差はないですが、右側のスペースは少し段差になっていました。ラゲッジボードの触り心地は非常に良くて、寝っ転がりたくなるような肌触りでした。右側を見てみると、コンセントがありました。AC 電源ですね。ご覧の通り、こちらは中央のボードに対して段差がついています。個人的にはあまり気になる段差ではないですが、この段差が必要となるくらいたくさんユニットが詰め込まれているということですね。ボードを持ち上げてみると、ボード自体はあまり厚みはなかったです。収納も応急キットを入れるの程度のスペースしかなかったです。まあセダンなので、最低限ゴルフバッグやキャリバッグぐらい入れば、十分なのかなと思いました。バックドアの裏面を見てみると、注意書きがありますね。よく見てみると、下側にロシア語がありますが、この車はロシアにも販売するんですかね？英語表記だけでなく、いろんな言葉を記載されていて親切ですね。遮音材と思われるインシュレーターもたくさんついていて、静粛性にも力を入れていますね。もちろん、自動開閉のスイッチもついていますが、スマートキーを携帯していれば、リアバンパーの下に足を入れるだけでも開閉できるようです。では、これから内装を見ていきたいと思います。まず、フロントドアの外観はこのようになっていました。立体感はあるものの、艶は最低限で落ち着いた雰囲気ですね。ドアの上部から見ていくと、ドアロック用のノブがついていますね。その周りの内張りは合皮が巻かれていて、少し柔らかかったですね。ドア周りにはツイーターはついていないことがわかります。木目のフィニッシャーがついていて、おそらくプリント加工されたものだと思います。ドアのインナーハンドルはサテンメッキで艶が最小限に抑えられています。一方で、パワーウィンドウフィニッシャーはピアノブラック塗装がなされていて、この部分だけ艶が出ていますね。いいアクセントになっていると思いますが、スイッチ部がマットなのがちょっと気になりました。インナーハンドルやドアアームレスト周りに関しては、曲線を重視した作りになっていて、単体として見ると美しい形状ですね。ステッチはドアアームレストの色に合わせて、ひっそり加えられていますね。ドアポケット横長で、セダンということもあってあまり高さはないですね。ドアスピーカーグリルは立体感があってスタイリッシュだと感じます。カーテシーランプもついていました。白色ですね。内装全体はこのようになっています。詳細を見ていきましょう。シートから見ていきます。クラウンセダンのシートは、合皮巻きなんですけれども、触った感じ一般的な合皮とは異なるように感じました。ちょっとしっとりしてるというか肌触りがいいんですよね。他の車の合皮はもっとベタベタしています。シートの背面座面にはパーフォレーション加工がなされていて、なんとシートベンチレーション機能付きのようです。もちろん、電動駆動でシート位置の調整を無段階ですることができます。このシートのスイッチ部にピアノブラックが付けられていないのは良いですね。よく手で触れるので傷がつきやすいからです。シート周りを見てみると、クラウンというロゴが入ったスカッププレートが付いていました。またシートの足回りもあまりデコボコしていなくて、すっきりしていますね。ペダルにアクセサリーを付けないとこのようになっていました。アクセルペダルはオルガン式ですね。続いて、ステアリングを見ていきましょう。このステアリング少し太いように感じましたね。そのせいかスイッチ部も少し横幅が狭くなっているようにも感じます。右側には運転支援系のスイッチが付いています。左側にはナビ操作系のスイッチが付いてますね。横幅が足りないせいか少し下にもスイッチを配置しています。ステアリングを握ってみると、やっぱりちょっと太く感じますね。不満があるというわけではないですが、慣れるまでに時間はかかりそうですね。コンビスイッチはこのようになってます。中央にはドライバーモニターカメラも付いています。ドライバーが正面を向いていない場合や目を閉じている場合、通常より早いタイミングで警告してくれるようです。チルトテレスコピックは電動式になっていました。私はこれまでマニュアル式しか見たことなかったので、さすが高級車って感じですね。ステアリングの右側には、青色のアンビエントライトといくつかスイッチが見られました。H にオーと書かれているのは一体何ですかね？
ETC カードもドライバー側です。アンビエント照明はこのように点灯するようですね。ダッシュボード周りを見ていきたいと思います。A ピラーはブラックで合皮が巻かれていますが、ツイーター周りは内張りになっていました。そして、そのすぐ横にはスコーカーもついていて、音響環境に力が入っていますね。実際スピーカーグリルに対して、スピーカーの大きさは小さいですが、最近、この大きいスピーカーグリル流行っているように感じますね。そして、ドライバー前にはカラーとヘッドアップディスプレイも装着されています。中央にもスピーカーがありましたね。このダッシュボードの作りはクラウンスポーツにも採用されていたと思います。これがクラウンらしさだと強く主張していますね。助手席周りを見てみると、木目フィニッシャーの色味が内装を落ち着かせてくれてますね。助手席側からも見ていきたいと思います。ドアを開けた瞬間に、クラウンの紳士的な雰囲気に飲まれそうになりますね。いやもうすでに飲まれてしまっていますね。グローブボックスの中を見ていきます。リストには鍵穴がついていて、マニュアルでロックできるみたいです。容量はさほど大きくはなく、オーナーズマニュアルと、あと少し小物が入る程度ぐらいの容量ですね。なので、容量の高さがないのはまあ仕方ないと思います。スムーズに閉まりました。続いて、中央のコンソール周りを見ていきます。まず、ナビゲーションですが、物理スイッチがなくて、すっきりした外観になっています。中央のダイヤルで音量調整できるんですけれども、カチカチ音が鳴らずにぬりゅーと動くのと、応答性は少し低いので、音量調整が少ししづらかったです。エアコン関連のスイッチは、ピアノブラックとマットの2種類で分けられていて、マットの部分は上下に押し込むタイプで、ピアノブラック部分は奥に押し込むタイプですね。また先ほど少しお伝えしましたが、シートベンチレーターとシートヒーターがドライバー席と助手席の両方についています。マットのスイッチが伸びてきてしまっているため、そのスイッチの下側がかなり暗くなってしまっていますが、タイプ C の端子周りには照明がついていて、加えて、アンビエントライトによって照らされるので、実際に、この車を使う上では、全くこの暗さは気にならないと思います。そして、こちらにワイヤレス充電用のくぼみがあります。画面が見えなくなってしまうのが私は気になるんですが、実際この縦差し型のワイヤレス充電って評判どうなんですかね。シフト周りはピアノブラックで装飾されていて、さらにその周りは木目フィニッシャーでまとめられています。シフトはコンパクトな作りですが、合皮をふんだんに使っていますね。質感はすごくいいですが、メカメカしさはほとんどなくて、先進性の感じられるシフトでした。コンソール左側のリットを開けてみると、カップホルダーが2つ出てきました。リットがなんと格納されるんですよね。なので、運転席側からも使いやすいですね。そして、コンソールリットはもちろん、合皮が設定されています。ドライバー側からのみ開閉できるようになっていて、開けるとこのようになっています。奥行きはあまりないです。中にコネクター端子と電源ソケットがありました。中央に5つだけ空きスロットがありますが、ここにはオプションで HDMI の入力端子を加えることができるようです。たったの6500円で装着することができて、このクラウンセダンについている高音質なスピーカーで動画を楽しめるのは最高ですよね。助手席側のシートを見てみると、運転席側からも助手席のリクライニングを調整できるスイッチがついています。前後移動もできるみたいですね。このスイッチ配置だと後席からも操作できそうでいいですね。上部を見ていくと、ランプは横長でサングラスホルダーもついています。天井の色に合わせて黒になっていますね。ルームミラーはモニター式になっています。サンバイザーはかなり肉厚になっていましたが、駐車券などを入れるホルダーが差し込みタイプになっていました。何かカードを持ってきて試しに差し込んでみるとよかったなぁ。バニテランプは天井についていて、バニテミラーのリットを開けると点灯するようです。おそらくこんなに肉厚なサンバイザーになっているのはチケット格納する部分が差し込みタイプになっているからかもしれませんね。最後にドライバー席から後席を見てみます。セダンなので、視界はあまり良くないですね。車線変更の際は、ドアミラーで入念にチェックする必要がありそう。そして、実は助手席のヘッドレストは後席の視界を広げるために、前に倒れるみたいですね。後席を見ていきます。どちらかというと、クラウンセダンは後席の方が魅力が高いと思ってます。ドアの内装はこのようになっています。基本的にはドライバー席と同じですが、ドアの上部から見ていくと、格納式のサンシェードついているんですよね。今気づきましたが、このノブ一度押し込むと、ロック解除しないと上に上げられないんですね。その他はフロント席と同じかな。
強いてあげるとすれば、アンビエントライトが木目フィニッシャーの隙間から見えますね。ちなみにサンシェードを展開してみるとこのようになります。後席の外観はこのようになっていて、中央に大きなコンソールがどっしり構えてます。重厚感があってさすが高級セダン。この中央のコンソールにはモニターがついていて、シートのリクライニング調整であったり、マッサージ機の操作ができます。正直言うと、クラウンセダンは運転するために購入するというよりも、誰かに運転してもらって後席で楽しむために購入したいですね。実際に、試乗してみるとわかるんですけれども、クラウンセダンのコンフォートモードで走行すると、アクセルの加減速がゆっくりスムーズになって、エンジン音もさほどうるさくないので、後席乗ったらすぐ寝ちゃうと思います。エクストレイルにもドライブモードにコンフォートモードをつけてほしいな。ゆったりした心地の良い加減速ができているのは、私の知る限り、クラウンセダンだけですね。またコンソールには格納式カップホルダーも2つほどついていて、コンソールリット内の収納は、内部が植毛されていて、芸能人でも座るのかというぐらい上質でした。あまり深さはないですが、一体何を収納するためのものなんですかね。このコンソール自体をシートに格納すると、リアシートの空間もかなり広々感じられるようになります。ベルトがついているので、簡単に引き出すことができますね。またシート周りだけでなく足元も仕上がっていて、カーペットがかなりもちもちした食感でした。糸をたくさん寄っているからだと思いますが、いかにもお金かけてます感がすごかったです。リア席の天井に照明がついていますが、これはちょっと安っぽい。また前席のコンソールの後端部には、ベンチレーターと C タイプコネクター端子がついています。そして、なんと AC 電源もついています。クラウンロゴで AC 電源を隠すなんて、おしゃれですね。コンセント使いたいなぁと思うシーンは結構あるので、この AC 電源の配置はありがたい。シートの後ろに取っ手がついていて、前席よりも後席の人を考えた作りになっているように思いました。この取っ手使ったら間違いなく運転席の人は、シートが動いて不快に感じるはずだと思うので、そして、シートベルトは上下に移動するタイプですね。カーテンエアバッグもついているようです。近くにコンビニフックもついていて、軽いカバンなども吊り下げられそうですね。実際に、試乗もしてみたんですが、先ほど取り上げたコンフォートモードと呼ばれるものは、RCOMF と呼ばれるドライブモードのことです。クラウンセダンを試乗する機会があったら、ぜひこのドライブモード試してみてほしいです。加速がゆっくりで、エンジン音もほとんど聞こえないので車に乗っているとステアリングを触っている時の音かエアコンの音ぐらいしか聞こえないんですよね。クラウンセダンがどれほど人気かまだわかっていませんが、いつか買ってみたい車の一つではあります。そんな感じで今回は以上です。それでは、また。